日本語の種。こんにちは、ゆみです。このポッドキャストは日本語を勉強している人のために作りました。繰り返し何回も聞いてください。最近3年前に行方不明になっていた小学校1年生のお子さんの骨らしいものが見つかった。そしてそれがどうやら DNA も一致して、その探していた子らしいと分かったというニュースがありました。この子はキャンプ場へ行って、ほんのちょっと一人の時間があっただけなんですね。10分くらい離れたお姉ちゃんのところに行くと言って、お母さんお父さんの元から離れて、その間にいなくなってしまったというお話なんです。ほんの10分ほどです。その後は警察も探しましたし、お父さんとお母さんは3年間諦めずにずっと探し続けていました。今回とても残念な悲しいニュースだなと思います。キャンプ場ですから他の人に誘拐されるということはあまり考えられないと思うんですが、山の中で急にいなくなってしまった。まさに神隠しですね。千と千尋の神隠しというアニメを見たことがあると思うんですが、日本では急に子供がいなくなってしまうことを、そして探してもどうしても見つからないことを神隠しと言います。神様が隠してしまったという考えなんですね。アニメの世界では千尋ちゃん、千がいろいろな冒険をして結局無事に帰ってくるのでいいんですが、現実にはとても悲しい、厳しい結果になってしまいました。私も子供が小さい頃はとても誘拐に敏感でした。アメリカで子育てをしているというのもあるんですが、子供が外で遊んでいるときは必ず一緒に行って、見ていました。近所を散歩するときも必ず一緒に行きました。小学校の高学年ぐらいになってくると、ママは心配しすぎよ、大丈夫よ、近所だから、と言われたこともあるんですが、とにかく後ろからついていきましたね。それに比べると、日本は子供を一人で外で遊ばせるという家庭もまだまだ多いですし、だいたい学校は子供が一人で行くということすらあります。誘拐がほとんどないお国柄で、世界で一番安全な国と思っているからなのですが、そろそろ態度を変えた方がいいんじゃないかなと私は思っています。子供だけで学校へ行ったり帰ったりするのはちょっと危ないんじゃないかなと思っています。ちゃんと大人が送り迎えをした方がいいのではと思うんですが、最近アメリカでもネットフレックスでしょうか、初めてのおつかいという日本のテレビ番組が放映されて話題になりました。3歳3歳以上の、幼児ですね。ちっちゃな子供がお母さんから頼まれた買い物をするというテレビ番組です。子供が一生懸命考えて一人で判断していろんな課題を解決していくという、そして無事に買い物を終えて帰ってくるという番組で、大変微笑ましい可愛らしい番組なんですが、ちょっと考えてみてください。これで何か事故がもし万が一起こったら誰が責任を取るんでしょうか。テレビのスタッフが周りにたくさんいて、事故や怪我などはないように見守っているとしても、ちょっと怖いなぁと私は思うんですよね。ちょっとママは心配しすぎなのかもしれませんが、皆さんはどう思いますか？このポッドキャストのトランスクリプトが欲しい人は、まことプラスメンバーになってください。www.makotoplus.com を見てください。
それではまた。日本語の種でした。